私は森田隆と言います。1924年生まれで、ただいま82歳になっております。南米のブラジル国のサンパウロ市に住んでおりまして、ささやかなすき焼きという名前の食料品店を21年間続けております。一応今まで私の生い立ちを写真に撮っているから、それをちょっとご説明します。これは小学校の時、私の卒業した広島市内の登町小学校、13歳から時計店に弟子奉公に入って、青年学校というのに朝6時から8時まで通い、その青年学校を卒業し、浜松の三方ヶ原航空隊に入隊いたしました。軍隊に入って1ヶ月に中隊の専任が来て、今から憲兵志願をするから、憲兵を志願する者は申し出るようにと。それで選ばれ、試験を受けた通り、東京の中野憲兵学校に入学しました。昭和20年の7月の30日で憲兵学校を卒業して、8月の1日に広島に帰りました。東京から広島まで帰るいろんな駅を見ても全部空襲でやられているのに、広島は爆弾を受けた気配がないわけ。毎日定期的に2、3機の B29 が通りました。それは後から考えれば爆弾投下の予備練習をやってたわけなんです。その8月6日、本当の日本晴れのいい天気でした。8時に警戒警報が解除になる。補助憲兵を12人連れ、西方に向かっている時に、突然ものすごい閃光で、私は10メートルも前に吹っ飛ばされて、頭を上げた時に熱いものが背後からぐっと押されました。辺りが一面薄暗くなってしまいました、瞬間的に。そしてちょうど太田川という広島のそこに避難してますと、薄暗い空からぽつりぽつりと俗に言う黒い雨です。それが黒い空から落ちてきて、上空には爆音がします。アメリカはこれ油をまいて我々を焼き殺す気だというふうなことを叫ぶ声が聞こえました。川の上の方から60ぐらいの老人がこちらに歩いてきてる。その姿が異様なんです。全身をやけどで、顔から真っ裸です。裸で。そしてゆらりゆらり手を前に下げて、幽霊の格好でバタリと倒れた。おいと言って私声をかけた時には、すでに事切れて死んでいました。それが見た原爆によっての死亡者第1号です。そして9時半ごろ、被爆状況もそこにいた将校に報告する。その将校曰く、誰かその広島に行って状況を把握する者はいないかと。私は21でやけどはしてるけれども、まだ元気はつらつとしていますから、だから私が行きますということでそこを出発したわけだが、で中心地にはまだ電車が盛んに燃えて、その中を覗けば本当に地獄です。半人の肉体、それから骨の見えるこの目で見てます。道路の片側に炭にもなって、炭になる前の姿いうようなマネキン人形と同じようなのが驚いて手を挙げて、あっとこう
驚愕した姿のまま道に並んでいました。その西連平上湯に私が着いたのが6日の日の11時半。そこに着きましたらアメリカ兵が一人生き残っていましてね、後ろ手にくくられてベタンと座って体をこう前後にこうやって揺らしていました。後のものはちょうど魚をイワシを並べたように並べて死んでいる姿がありましたけど、そして舞台に帰ったのが8時頃ね、そこにもういっぱいの負傷者が収容されてて、戦争が終わり明くる年、その焼け残ったその広島の船入というところに家がございましたから、そこへ出てささやかな時計の修理店を一人で自炊をしながら店を開けました。そこの隣に縁があって今のこの家内と知り合ったわけです。あの当時被爆者は2年しか生きられないと言われてたの。夏になると原爆症が出てた。家内はそれから下の子供ができて2年目病気に倒れました。そのちょうど1年目にブラジルから森田さん呼び寄せの準備ができた、いらっしゃいという呼び寄せの書類が来た。ブラジルのサンパウロいうところは高原地帯で海抜800メートルの地点だからとても気候がいい、原爆症の森田さん夫婦にはいいと思いますというようなことも聞いてたんで、ブラジル熱に侵されてしまう。それでその家も土地も皆それを売り払って、それが旅費なんですよ。みんな反対です。とにかく家内の里も私の両親もみんなそんな外国なんか言うて止めましたが、そして被爆して11年目にブラジル丸第5次ブラジル丸でブラジルに参りまして、サンパウロにあった結局日系の時計会社、そこに時計職人で入って、そして生活をしたわけですけど、2人の子供は大学まで入る。そして家内はその内職でいろんな甘納豆を作ったり、お菓子屋さんに卸して回って、私がそういうふうな生活をして子供たちを大きくした。我々ブラジルへ来て、そして、こちらの被爆者の方々の実態を見るにつけ、これじゃいけないからいうので被爆者協会を21年前に作り、ね、お世話するんだったらちゃんと自分で何でもできるように、そのためには自分で店をやりましょうやいうので食料品店を開けたんですよ。それを家内と一生懸命にやったおかげで余裕もできて、それから会を作って毎年のように日本に行って、在外のブラジルの被爆者の共済方を国にお願いし続けた。ここは被爆者の集会なんかにも利用するようにしております。毎月1回被爆者の人たちを第3土曜日の10時から集まっていただいて、その月にあったいろんな行事をこの部屋でやっております。原爆被爆者協会には連絡の取れる現在の会員は135名います。まだ残念ながら原爆手帳を所持していない気の毒な被爆者が8名ぐらいいます。大部分は戦後の日本の混乱期に人儲けして日本に帰るという気持ちで移民できたものが大多数ですが、帰れなくなってそのままになっている姿ですが、被爆者への援護が出たのは
12年後なんです。それまでに我々は何の援助対策もない時に日本から移民として来てるんです。これからはブラジルの被爆者の平均年齢ももう74歳になっていますから、日本に帰国治療ということもできないことです。私どもは残り少ない期間を願わくば現地においてちゃんとした病院で検察、診察、治療を受けることを強く要望して戦い続けております。ね、中学生、女学生たちが兵隊さん、もうお母さんと言いながら、最後に言うのは兵隊さん、敵を取ってちょうだい、アメリカに敵を取ってちょうだいと言って死んでいったことのあの瞬間にはこちらもどうしてもまたアメリカに対して敵を取る、この敵は取らざるを得ないと思っていたのは事実です。ただあまりにも被害が大きかったために敵を討つという気持ちもなくなってしまいましたね。人間の哀れということを考えるようになったね。戦争を起こしたいうことが一番大きな原因になって、戦争さえなければこういうことはないんだというふうにだんだんと変わってきました。教育によって戦争の愚かさを正常化してしまういうことはこれ恐ろしいことだと思うのね。考えてみてください。私ども広島、長崎で今考えればその1000分の1の小さな核爆発で今61年になるけどいまだに多くの原爆の後遺症を持っている人が実際にいるんだから、それの1000倍も大きい今の核爆弾がこの地球上に破裂したらその効果というのは生優しいもんじゃないと思うの。だから絶対にもうそういう核爆発をこの地球上に二度と起こしたら地球の滅裂、人類の終わりだということを私は声を大にしてこのブラジルでもそれを言ってるんですよ。8月6日の1キロ200の時点で生かされなんかやはり私にはやらなきゃいけないこと何かが結局仕事として残ってるんだと、生かされてるんだという感じを持ちます。これ人間の力ではどうすることもできないと思いましたね。今でもこちらで私らの仕事として大学なんかに行って8月6日の被爆の状況を拙いポルトゲース語でこちらの言葉で訴えてますけれども、本当の当事者ですから、当事者が真心を込めて本当に恐ろしいんだよということを言えば皆さん賛同してくれます。終わった時にみんな立ち上がって手を叩いてくれるということが私はそこに生きがいを感じています。